現場ボーン。新しい施設も増えていい感じに発展した我が町。しかし干ばつでうっかりカッサカサにしてしまい数匹のビーバーが星になってしまいました。悲しい犠牲を乗り越えて水を確保するため揚水ポンプの設置工事をしましょ。まずは揚水ポンプで汲み上げた水を、貯水するためにダムの位置を決めました。ポンプで汲んだ水をそこに溜めるって感じか。汲み上げた水を水源に戻すことも考えてるんだけど、こっちの方が作業しやすいのでとりあえずここで。大規模建築になるので、建築作業員の小屋も建てときましょ。てか無職40人以上いるぞ。前回泥風呂作った時に調子に乗って無駄に家いっぱい建てたから。おい。そしてあっという間にダム完成。割とあっさり完成したな。ちょいちょい植林してるのでちょっとずつですが生産量も増えてきたかな？今度は貯水ダムに続く用水路と、揚水ポンプの設置を設計しましょ。普通の給水ポンプみたいに、長い棒みたいのが飛び出してるんだぜ。これは深さ4までの水を汲み上げることができます。長さ足りんやん。そんなわけで3機使って上まで吸い出しましょ。一番下の段、水面についてないぞ。爆破して底下げしましょ。爆破でゴリ押しうっほ。こいつは完成に時間かかりそうだな。町の中心から作業できる、ギリッギリのラインでございます。はっばー。貯水ダムの用水路だな。最終的には用水路を張り巡らせて緑地化できたらいいなぁ。それも楽しそうだな。はっばー。今度は底下げ工事か。揚水ポンプ作る前に綺麗にしときましょ。だな。底下げ終わったので揚水ポンプを設置しましょ。一体どうなることやら。無事3機目も着工。足場の階段がえらいことになってんな。地下倉庫増設しましょ。もう歯車ないぞ。そのうちでキラー。安定の適当建築。揚水ポンプの設置がなかなかできず、研究ポイントが余ってたので天文台を開放。でもこれなんか見た目がダサくて設置場所に悩み中。こんな感じでいかがでしょうか？ダセー。景観に調和しない。削除。悩みまくった結果天文台なら山になきゃダメだろ。ってことで貯水ダム横の山にしました。1階部分が特にダサいからわざわざ爆破して半地下にしたんだぜ。揚水ポンプがなかなかできぬ。何気に歯車100個必要だし、ちゃんと準備してないと作るの大変だな。夜中にこっそり歯車工場を増設。夜中にやるなよ見にくいだろ。ごめんちゃい。揚水ポンプは1機につき動力700を使うので、動力源となる大きな風車を設置する準備をしましょ。大きな風車作るにも歯車がないし、先に足場だけ作ることにしたのな。前回からちまちま爆破して広げた植林ゾーンに樹液採取場を作りましょ。やっとメープルシロップがゲットできるんだぜ。歯車が足らんので増築。動力足りてないぞ。一時しのぎ出しある程度在庫できたら壊すのでもう満タイ。適当だな。そして揚水ポンプできたと思ったらこれですよ。なんで後ろに回って作業しちゃったのかな？仕方ないので用水路の堤防を壊して救出。さあ出口は作ったぞ。さっさと仕事に戻れー。現在彼はストライキ中。やっと戻った。さて動力となる大きな風車を作りましょ。いろんな角度から見直してるみたいだけど何かトラブルか？揚水ポンプの本体の黄色の縦線の部分に動力伝えなきゃならないんだけど、どうしましょう。事前に考えてから建築しろよ。上の2機はシャフトを螺旋階段の要領で無理やり繋ぐことに成功。シャフトグリングリンになってるじゃねえか。そしてそのせいで1マス予定とずれてしまって、大きな風車の設置位置を1マスずらすことに。土台だけ先に作っちゃったから作り直さなきゃだな。やってもうたー。安定のやらかし。こんな感じになりそうろう。かっこよさげで完成が楽しみだな。さて今度は一番下のポンプと一番上のポンプに動力をつなげたいので、ここに家を建てましょ。家って何気に動力つなげてくれるから、上に伸ばすのに便利だよな。です。やっちまった。やっちまったよ。またお前ごっちゃごっちゃのもんを設計しよって。もはや動力や道がどう繋がってるか説明できない。森番の詰め所のビーバーも困惑しながら見てるぞ。家が増えるとビーバーも増えるので、とりあえず運搬員にでもしときましょ。
無計画に家建てすぎなんだぜ。なかなか終わらない大事業に、職場で寝るビーバーまで出現。早いとこ完成させてやりたいな。着々と完成していく建物に、森番の詰め所のビーバーもワクワクしております。こいつまたサボってやがるぜ。うわこっちみんなよ。やっと螺旋シャフトの工事が終わった。次は大きな風車の建設だな。上の空きスペースにも風車を設置。そこもギリギリ行動可能範囲なのな。風車が邪魔で届かなかった。おい。ゴリ押しじゃー。アホか。こうするなら最初から家の階段もっと綺麗に作っときゃよかった。後の祭り歯車が足りーん。今さら歯車工場追加すんのかよ。大きな風車が一機完成。一機でも結構かっこいいな。3連パン屋作った時にグリル潰したの忘れてて、じゃがいもの在庫が3000になっちゃった。さっさとグリル立て直そうな。はっぱー。用水路の拡張だな。風車にシャフトをつないで動力を送ったりしました。一応最低限の風車は揃ったけど、予備にもう一機追加。まあ維持費はかからないし、いっぱい置いた方がお得なんだぜ。じゃ、試運転行ってみましょう。いよいよ揚水ポンプの実力がわかるな。いい感じに回る風車。でもギッチギチに作ってるから水がちゃんと吸えてるのかわからねえな。てへ。ちゃんと上に水流れてきた。ごちゃごちゃした建物だけど、ちゃんと稼働できたみたいで一安心だぜ。接続すんの忘れてた。ちゃんとできてると見せかけてがっつりミスってんじゃねえよ。お約束。おい。ここが繋がれば動力は足りる計算だよな。微妙に足らぬ。小や風の気分次第だな。追加の風車と実験に水車も置いてみましょ。水車が回るなら永久期間も夢じゃないな。そういえば水車今はなぜか真ん中が一番動力出てますです。細い川だからだろうけど250馬力って、ビーバー5匹分の動力ですげー。天文台が完成と見せかけて動力がありません。おい。水車は動かないことはないけど、動力2、30しか出てない様子。揚水ポンプ1機補うのに20台くらい設置しなきゃならなそうだな。揚水ポンプ増やせば動力増えるかな？干ばつが始まりました。このまま揚水ポンプ稼働したままだと速攻干からびちゃうので止めましょ。ダム湖には水溜まってるけど、川に循環させるのは時間がかかりそうだな。とりあえずこっちの方に風が吹いてない時の動力として、いっぱい水車作ってみましょ。いっぱい作ればどれか動くだろの精神だな。そういえばメープルが採取できたので、メープルペストリーも作り始めました。大規模公共事業が終わって丸太も余裕ができてきたな。天文台に動力の風車が繋がり稼働を開始。でもレンズからは風車しか見れません。アホなの？嘘やねーん。おい。レンズ部分が稼働して天体を観測できるようです。宇宙を感じることで作業効率がアップ。ちなみに中はガランド。ギャランドゥ。いずれは揚水ポンプで汲んだ水を水源まで送りたいので、新しい地区を作る準備をしましょ。そういやこのマップでは初の新しい地区だな。干ばつが終わりました。いのーちの水。揚水ポンプ止めて水門放水した状態でも、最後カッサカサになっちゃったのな。まだダム湖の水には手をつけてないけど、9日の干ばつで川が干上がっちゃう感じ。てか川の水深が1しかないから何もしなくても干上がるんじゃね？なんとなく水の循環だけで乗り切ろうと思ってたけど、川の底下げ工事もちょっとやらないとダメかな？サイクルも10超えてるし、干ばつちょいちょい伸びてきてるんだぜ。それでは新しい地区の中心をドーン。まだ構想が練れてないけどとりあえずマップ端の部分を堤防で塞ぎましょ。吸い上げるとそこから水が漏れ出すんだよな。あと遺跡が邪魔なのでスクラップ集めます。撤去した方が早いけどもったいない。交渉も試したいけどこれはこれだよな。です。新地区を水没させる体で本拠地からも堤防の工事をしときます。このデカさの貯水槽ができたら水には困らんな。水源少ないマップだから普通に困る気もする。微妙だな。では増設した水車がいい感じに回るのを見ながら今回はここまで。またお前まとめようのセーブ忘れたな。オートセーブが自動削除されるのが辛い。それでも続きが見たいと思っていただけたら、高評価していただけると嬉しいです。励みになります。揚水ポンプの実力もまだまだ未知数だし街づくり頑張るんだぜ。
では、またお会いできることを願って。またねー。